RSI に買われすぎ売られすぎってありますよね。でも実際に RSI が買われすぎになった時に、そろそろ下がるんじゃないか、そう思って売ったのに価格はさらに上がっていく。あるいは RSI が売られすぎになって、さすがに売られすぎだろう、そろそろ反発するんじゃないか、そう思って買ったのに止まる気配はなく価格はさらに下がっていく。こんな経験があるという方多いのではないでしょうか。RSI の使い方にはよく70以上は買われすぎ、30以下は売られすぎなんていうふうに書かれています。でも実際のチャートを見ていると、買われすぎなのにさらに上がる、売られすぎなのにさらに下がるといったことが普通に起きる。買われすぎ売られすぎって結局後付けなんじゃないのか。もしかして RSI の設定が悪いのか。RSI だけじゃダメで MACD とかも組み合わせないといけないんじゃないのか。そんな風にですね、今一つしっくりきていないという方多いのではと思います。ただ今挙げた3つ、そのどれでもありません。先に結論を言うと、買われすぎ、売られすぎの裏で起きているのは値動きの変化です。これを押さえておかないと、RSI がいくらを超えた、買われすぎになったということに振り回されてしまいます。今回はこの買われすぎ、売られすぎをどう見ればいいのか、それを価格、値動きの観点から解説していきます。まず簡単に RSI についておさらいしておきたいと思います。今、チャートの下半分に表示しているのが RSI のインジケーターですが、RSI は相場の買われすぎ、売られすぎといった過熱感を見るためのインジケーターとして有名です。移動平均線や MACD と並んで最も有名なインジケーターといっても過言ではないと思います。一般的には RSI が70以上になると買われすぎ、つまり買いが過熱してきている状態なのでそろそろ反落するかもしれない。逆に30以下になると売られすぎ、つまり売りが過熱している状態なのでそろそろ反発するかもしれない。RSI の使い方の解説ではこのように説明されることが多いと思います。RSI が買われすぎの水準になったから売りを考える。売られすぎの水準になったから買いを考える。というように売買判断の材料として使っている方もいると思います。さて問題はここからです。RSI を使ったことがあるという方は一度は経験があるのではないでしょうか。RSI が買われすぎの水準を超えた。さすがに買われすぎだろう。そう思って売った。ところが価格は下がるどころか、その後さらに上昇していき、損切りになる。例えばこちらはユーロドルの4時間足のチャートですけれども、RSI が買われすぎの水準になっています。この背景が緑色になっているところですね。それまでこのように上昇が続いてきていたわけですが、さすがにこれだけ上がったんだからそろそろ下がるんでは。RSI も70を超えて買われすぎになっている。ここからは売りを狙いたいとして、このあたりで売りのエントリーをしたとしましょう。するとさらに価格は上がっていく。あるいは逆に RSI が売られすぎの水準に到達した。さすがに売られすぎだろう。そろそろ反発するんじゃないか。そう思って買った。ところが価格は反発するどころか、その後さらに下落していく。RSI が機能していないのでは。今の期間設定ではダメで、他にいい設定があるんじゃないか。RSI だけではダメで、MACD やストキャスティクスを組み合わせないと使えないのではないか。そう思ったことがある方もいるかもしれません。ですが、実は問題は RSI ではありません。むしろ RSI はある意味で正直に相場の状態を映しています。ではなぜ買われすぎなのにさらに上がるといった現象が発生するんでしょうか。ここで多くの人が見落としているのが値動きの変化なんです。どういうことか次で解説していきます。まず最初に皆さんに一つ質問です。RSI が買われすぎの水準になったとき、一体何が起きていると思いますか？ RSI を見ている方の中には、RSI がこの70のレベルを超えてくると、買われすぎになったというように、何々されすぎたという観点で見る方もいると思います。もちろんそれも大切な視点ではあるんですが、このように買われすぎだ、売られすぎだだけで見ていると、重要な背景を見逃してしまう可能性があります。なぜかというと、RSI は決して価格とは全く別の世界で動いているものではないからです。どういうことなのか。これを説明するために、インジケーターがそもそもどうやって動いているのかについて簡単に見ていきたいと思います。難しい技術的な話をするつもりはありません。ただこれを知っていると知っていないとでは、インジケーターに対する理解や見方が全く変わってきます。またこの点は後半でチャートの例を見ていくときの前提になりますので、しっかりと押さえていただければと思います。インジケーターには大きく2種類のタイプが存在します。一つはチャートに表示されている価格をそのまま表示するようなもの。例えば前日につけた高値を表示するとか、先週つけた高値を表示したりといったものです。これを一時情報と呼びます。もう一つがチャートに表示されている価格に様々な計算処理をして表示をするもの。例えば移動平均線とか RSI、MACD、ストキャスティクスといったインジケーターが該当します。移動平均線がわかりやすい例だと思います。
移動平均線というのは、例えば過去10日間だったり20日間の価格を平均したものを日々つなぎ合わせています。過去の価格を引っ張ってきて、それを平均を取ってチャートに表示しています。このように価格を足したり引いたり、かけたり割ったり、いろいろな計算を行ってそれを表示してできています。これらを二次情報と言います。RSI はというと、RSI も価格から計算されています。もっと具体的に言うと、皆さんが見ているチャートに無数に表示されているこのローソク足の価格を使って計算されています。つまり、ローソク足として表現されている価格が動いた結果として RSI が動いているんです。例えば、価格が強く上昇したとしましょう。すると、一般的に RSI も上昇します。さらに価格が上昇すれば、RSI もさらに上昇しやすくなります。そして一定以上の強い上昇が続いた結果として RSI が70、買われすぎの領域を超えたとします。ここで重要なのは RSI が70になったから価格が上がったのではなく、価格が上がり続けた結果 RSI が70になったということです。言われてみれば当たり前の話に聞こえるかもしれませんが、多くの方、特にトレードを始めて間もない方は、無意識のうちにこの因果関係を逆に考えてしまいます。RSI が買われすぎになった。だからこれからは価格が下がるのではないか。RSI が売られすぎになった。だからこれから価格が上がるのではないか。もちろんそのように動くこともあります。ですが、その前に考えなければいけないことがあります。そもそもなぜ買われすぎになるまで強く上昇したのか。なぜそこまで強く下落したのか。実は今回のテーマである買われすぎなのにさらに上がるという現象を理解する上で重要なのは、RSI が買われすぎになったことではありません。RSI が買われすぎになるまでの過程なんです。つまり RSI が買われすぎになるまでの間に価格そのものにどのような変化が起きていたのか、ここを見ないといけないんです。そしてその変化は実は非常にシンプルな方法で確認することができます。次はその方法を見ていきたいと思います。価格の変化を見る上で皆さんに注目して見ていただきたいのはたった2つ、高値と安値です。チャートには多くの情報があります。ローソク足があり、出来高があり、インジケーターがあります。ただここでは出来高とインジケーターはまずは忘れてください。ローソク足、ここでは特に高値と安値だけに着目します。例えば価格が上昇しているチャートを見てみましょう。相場が上がるときも価格は一直線には上がりません。上がって少し下がってまた上がる。再び少し下がってまた上がる。下がってもう一度上がる。相場が上昇するときはこのようにジグザグの動きを繰り返しながら上がっていきます。ここで注目してほしいのが高値と安値です。このジグザグの動きを作った高値と安値を見ていきます。前回の高値よりも高い場所まで上がった。前回の安値よりも高い場所で下げ止まった。そしてまた前回よりも高い高値を作って、安値についても前回より高い位置で安値を作った。このような状態になっているとき、相場は買い手が優勢な状態だと考えることができます。買い手の勢いが売り手を上回るほど強いので、こういう前回の高値を超えていくわけです。逆に前回の高値まで届かずに下落して、前回の安値を割り込んでしまう。もう一度上がっても前回の高値を超えることができずに、再び下落して前回の安値を割り込んでしまう。このような下降のジグザグを形成しているときには、売り手が優勢な状態だと考えることができます。もちろん実際のチャートはもう少し複雑になることもあるんですが、まずはこの考えを押さえてください。高値と安値が上方向に切り上がっているのか、それとも下方向に切り下がっているのか、この動画ではまずはそこに注目してみてください。さてここまで説明してきた高値と安値の推移、高値と安値が切り上がっている状態を上昇トレンド、反対に高値と安値の切り下げが継続している状態を下降トレンドと言います。この左側の図見ていただくと、このように高値と安値が切り上げ続けていますよね。右側についても同様に、このように高値と安値が切り下がっています。今はトレンドが出ている。最近トレンドが出ない。このトレンドという言葉、皆さん耳にしたことがあると思いますが、普段皆さんはトレンドが発生しているかどうか、どのように見ていますでしょうか。チャートが右肩上がりになっている。短期の移動平均線が長期の移動平均線より上で推移している。MACD がゴールデンクロスした。そんなようにいろいろな見方があると思いますが、実はトレンドというのはこのように高値と安値の推移で定義できるんです。ではここまでの内容を踏まえて改めて RSI の買われすぎ、売られすぎの話にもう一度戻りたいと思います。RSI が買われすぎになったということはどういう意味なのか。大きく2つ考えられると思います。まず1つ目、買いが一定期間続いた。これは分かりやすいですよね。買い手が売り手よりも優勢な状態が続いたので価格が上がった。
そしてその結果、RSI が買われすぎを示した。そして2つ目、こちらがより重要なのですが、買われすぎになるほど買われたので、相場の状況が変わったです。買い手が売り手よりも優勢な状態が続いた。価格が上がった。その結果、相場の状況が変わったということです。先ほどトレンドというのは、高値と安値の切り上げ、切り下げで判断できるということをお伝えしましたけれども、価格が上昇し続けたことで、上昇トレンドが発生している相場に変わった可能性があるということです。そしてトレンドが発生するとどうなるかというと、皆さんも上昇トレンドが発生している相場を思い浮かべていただきたいんですけれども、押し目買いを狙う人たちが出てきます。トレンドが出るのを今か今かと待っていた人、押し目を待っていた人、乗り遅れていた人、追加で買いたい人、そういった人たちがチャンスを伺い始めます。皆さんもですね、よほど逆張りが好きだという方を除いて、トレンドが出ていればその動きに乗りたい。トレンドに乗って大きな値幅を取りたいと思うはずです。そして実はこれが RSI が買われすぎを示していてもさらに上がっていくことにつながる一つの要因ということになります。まだ言葉だけの説明だとピンとこない方もいると思いますので、ここまでの内容を実際のチャートを使って見ていきたいと思います。こちらのチャートはユーロドルの冷やしチャートです。チャートの下段には RSI を表示しています。設定は初期設定の通りで何も変えていません。今の RSI の状態を見ると、ちょうどこの紫の帯で示した30と70の間に位置しています。RSI 的に見れば買われすぎでも売られすぎでもない水準だと思います。ではこの状態から少しずつチャートを進めていって、RSI がどのように変化するのかを見ていきたいと思います。はい、価格が上昇してきました。RSI の動きを見ると、価格の動きに合わせて少しずつ上昇してきていることがわかります。はい、そして RSI に注目していただくと、今 RSI が70のレベルを超えて買われすぎの領域に入りました。この背景が緑色になっているところです。で、ここで先ほど解説した価格の変化に着目したいと思います。RSI が買われすぎになるまでの間に価格そのものにどのような変化が起きていたのか、ここを見るのが重要です。でね、動きに着目すると、このようなジグザグを描いて動いていることがわかります。さらに先ほどお話ししたように高値と安値に着目して見ていくと、高値はこことここ、安値はこことここというように、高値はここからここへ切り上がり、安値もここからここへ切り上がっています。このような状態のことを上昇トレンドというのでしたよね。価格と RSI の関係、もう一度思い出してください。価格が動いた結果として RSI も変化するんでした。今の場面を値動きの推移で見ていくと、買い手が売り手よりも優勢な状態が続いて価格が上昇していった。その過程で高値と安値の切り上げ、上昇トレンドが発生した。そして価格の上昇が続いた結果として RSI が買われすぎを示しているというのが今の状態です。ここでもう一つおさらいですが、上昇トレンドが発生したということはどんなことが考えられるんでしたでしょうか。押し目買いを狙う人たちが現れやすくなります。ところで皆さんは押し目買いをするときにどうなったら買いたいでしょうか。できるだけ安い価格で買いたいですよね。その方がさらに価格が伸びた時に大きな利益を得ることができます。ということで上昇トレンドが発生している時に価格が下がってくると、そういった押し目買いをしたい人たちが相場に参加してくるということが考えられますよね。ではこの後の動きを見ていきましょう。少し下がり始めました。ただそこから再び大きく反発してきました。この反発によってここの高値を超えてきています。もう一度トレンドのお話を思い出してください。上昇トレンドというのは高値と安値の切り上げが続いている状態のことでした。今ここの高値を超えてきましたので上昇トレンドが継続したということになります。そして再度 RSI に目を向けると幅は小さいですが70を超えてきています。再び買われすぎの水準です。では続きを見ていきます。はい、一瞬下がるんですけれども、また大きく反発。先ほど高値を更新したばかりですが、今回のここの反発によって、またこの高値を超えてきました。安値の位置はここから変わっていません。今は高値がこのように切り上がり、安値がこのように切り上がる上昇トレンドが続いています。トレンド継続です。では RSI を見ていきましょう。再び70を超えて背景が緑色になっています。買われすぎの水準です。すでにここまで3回買われすぎの状態になっていますが、今度こそ下がっていくのかと見ていくと、はい、ちょっと下がったところからまた反発。この高値を超えました。RSI はまだ買われすぎの状態です。引き続き様子を見ていきましょう。はい、少し下がってくるんですけれども、ある程度下げると再び反発を始めます。そしてそのまま反発が継続し、
しまいにはここの高値を超えてきました。では値動きを振り返っていきましょう。ここの高値を超えたので、高値を更新しています。安値はというと、ここからここへ切り上がっています。やはり今回も高値安値切り上げが続いたということで、またまた上昇トレンド継続です。頭から流れをもう一度振り返ると、RSI が買われすぎになっている状態は何回も発生しましたが、さらに上がる動きが続きました。そしてその背景で起きていたことというのは、価格の上昇に伴い高値と安値の切り上げの流れが継続。つまり上昇トレンドが継続していたということです。この動きをどう解釈するのか。僕だったらこう見ます。価格の上昇が継続的に発生したことで上昇トレンドが生まれた。そのため RSI が買われすぎの水準になる頃には、相場が買い手がつきやすい試合に変化した。だから少し下がったところから反発が入りやすい状況だった。そして実際に下がったところから買い手がついて反発していったというものです。では続いてもう一つの例を見ていきたいと思います。今度は同じユーロドルの15分足を表示しています。RSI を見ると、今回も買われすぎの水準を大きく超えています。そしてそこから陰線が2本連続で発生して下がってきました。ただ価格の動きを見ていくと、このような動きが発生しています。高値を切り上げ、安値を切り上げ、まさに上昇トレンドがスタートした直後です。この後の様子を見ていくと、はい、少しは下がるんですが、一定の値幅下がるとまた一気に反発が入り始めて、結局ここの高値を超えていきます。RSI が買われすぎだからといって、売りのポジションを長くホールドしていたら、損切りになってしまう場面でしょう。では今回 RSI が買われすぎを示したこの部分に印をつけて1時間足を見ていきたいと思います。こちらが1時間足の様子なのですが、先ほど印をつけたところがこの部分です。価格の動きを見ていくと、このような動きが発生しています。もう慣れてきた方もいらっしゃるかもしれませんが、高値を切り上げ、安値を切り上げています。この後の動きは先ほど確認した通りですが、今回反発の起点になったポイントというのは、1時間足で上昇トレンドが発生したまさにその直後、15分足で見たときは RSI は買われすぎを示していましたが、その場所というのは1時間足を見ている人でトレンドが発生するのを今か今かと待ち構えていた人にとっては絶好のおしめだったわけです。そして実際に下がったところから買い手がついて再び上昇していったというのが今回のケースです。ここまでで RSI が買われすぎを示していてもさらに上がっていってしまうことがある。その背景は理解していただけたのではないかなと思います。次に考えたいのは、じゃあどうすればいいのかということなんですが、ここまでのお話を聞いた方の中には、じゃあ RSI は使わない方がいいんですね。買われすぎや売られすぎは当てにならないんですね。と思った方もいるかもしれません。ただ僕がお伝えしたいのはそういうことではありません。RSI が悪いわけではない。買われすぎや売られすぎが悪いわけではないからです。実際 RSI は相場の状態、特に過熱感を分かりやすく可視化してくれるというメリットもあります。問題は RSI だけに判断を委ねてしまうことです。そうではなくて、まず価格を見る。そしてその上で RSI を見る。こういうふうにしてみてください。なぜ価格を見ることが重要なのか。それは価格というのは市場全体の合意形成に影響を与えやすいからです。価格というのは何の加工もされていない一時情報です。ダウ平均株価が史上最高値を更新した。日経平均がバブル時代の最高値を超えた。ビットコインが史上初の10万ドルを超えた。こういった動きというのは誰が見ても同じ結果を見ることができます。今回見てきた高値や安値も同じです。チャート上の価格というのは誰が見ても同じ価格が表示されています。高値を切り上げた、安値を切り上げたというのは皆がその状態を見ることができます。だからそれらの情報をもとに市場全体の合意形成がされやすいんです。一方のインジケーターというのは加工された二次情報です。動画の前半でも解説した通り、価格を足したり引いたり、かけたり割ったり、平均を取ったり、様々な計算を行って出した数字です。価格が上がった、だから RSI が上がる。価格が下がった、その結果として RSI も下がる。言い換えれば、インジケーターは価格の翻訳機です。価格の情報を見やすい形に変換してくれているだけです。インジケーターが価格を動かしているのではありません。価格が動いた結果としてインジケーターが動いているんです。ここを理解すると、インジケーターとの付き合い方が大きく変わります。で、僕がお伝えしたいことというのは、RSI の買われすぎ、売られすぎが全く使えないということではありません。買われすぎになっても下がらないということでもないんです。そうではなくて、RSI が示す買われすぎとか売られすぎというのは、相場全体の流れ、価格の推移を見ないと意味がないし、
相場の状況によってその意味合いは全く変わるということ。例えば先ほどの例、RSI は買われすぎの水準になってましたけれども、でも価格はというと、買われすぎになる過程で上昇トレンドになっていた。だから買いがだいぶ過熱してきたことで、確かに一旦上昇の勢いは衰えるかもしれない。ただそれというのはいきなり大きな下落につながるんではなくて、一時的な調整にとどまるんではないか。下がったところはまた買い手がつきやすくて反発するかもしれない。売りを狙うにしても短期決戦で臨まないと突き上げを食らうリスクがある。そうやって値動きの推移を踏まえてみるのと、ただ単に買われすぎになったから下がっていくことを期待する。売りを狙おうとしてみるのとでは雲泥の差です。RSI を使っている方の中には、これまで RSI が買われすぎだから売る、売られすぎだから買うというように、インジケーターが出すシグナルに判断を委ねていたという方、今一つそれがしっくりこなかったという方いらっしゃるかもしれません。そういう方は今日からはまず価格を見てみてください。高値と安値を見て、それらがどう推移しているかに着目してみてください。相場の文脈を見ずに、インジケーターの数字だけを見ても意味はありません。まず価格、まず値動き、まず相場の状態。その上でやっとインジケーターを見る。この順番を意識してみてください。主役は価格、インジケーターは補助。この関係が重要です。それだけでチャートの見方はだいぶ変わると思います。そして実は今回の動画でずっと解説してきた高値と安値の切り上げと切り下げという考え方には名前があります。それがダウ理論です。ダウ理論と聞くと理論ってついてますし、初めて聞いた方は難しそうに聞こえるかもしれませんが、その本質は非常にシンプルで、相場の動きというのは高値と安値の推移で説明できるということ。今回のお話を通じてダウ理論について興味を持ったという方は、こちらの動画で全体像を解説しています。またダウ理論を実践的に使うためのプレイリストも概要欄に貼っていますので、合わせて視聴してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。